この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。めちゃめちゃ色が綺麗なイラストですよね。つくもさんの作品で、リ・ゼロから始める異世界生活よりエミリア。タイトルは鼓動です。コメント。これはエミリアが照れながらドキドキなる胸に手を当てて、こちらをじっと見ているイラストです。ここ最近で一番本気を出した絵です。エミリアの純粋でありながら上品な雰囲気を目とよりしろに込めて、顔と胸元に添えている目を強調したいと意識しながら描きました。髪の毛のサラサラ感といかに可愛く描けるのか追求して、全体的にピンクで雰囲気をまとめたのが特に頑張った点です。ですが、いまいちよりしろの宝石独特の透明感を出すことができずに、途中で諦めてしまいました。結果、キラキラ発光はしているものの、宝石に見えなくなってしまいました。髪の毛のサラサラ感もあまり出せていないように感じます。一度完成して満足してしまい、レイヤーを統合させてしまった絵なので、添削しにくいとは思いますが、その他先生が、と思ったところはバンバン修正していただいて構いません。また、顔を見てもらおうと、顔より奥にあるパーツを軽くぼかしを入れてみたのですが、顔が目立たなくなってしまうことがよくあります。顔を引き立たせる方法があったら教えてください。とのことです。はい。まずですね、このイラストをパッと見た瞬間、もうとにかくね、もうさっきも言いましたけど、色が綺麗だなっていう風に思いました。全体的にピンク色の雰囲気でまとめるように頑張ったとのことですが、その頑張りがね、ビシッと画面に現れていると感じます。つくもさん、素晴らしいです。でね、今回はどこを添削していくかなんですが、つくもさんも気にされている髪の毛のサラサラ感を出すコツ、そして顔を引き立たせる方法について着目しつつ添削をしていきたいと思います。特にね、顔を引き立たせるための方法については、結構これって盲点だと思うので、特に注意して見ていただければと思います。それでは早速、行ってみましょう。まずですね、顔を引き立たせることについてお伝えしていきたいんですが、これですね、多くの人が勘違いしているところでもあるんですよ。というのはどういうことかというと、多分ですね、つくもさんも含め多くの方はこう思っていると思うんです。顔を引き立たせたいなら、顔をなるべく大きく描かなければいけないって。はい。これはですね、実は間違いです。顔はね、大きく描かなくても、実は引き立つんです。というかむしろ、ことさらにはね、大きく描かない方が引き立つ場合が多いんですよ。これ結構意外じゃないですか。どういうことなのかやっていってみましょう。まずね、顔を小さくしちゃいます。はい、顔の大きさを小さくしてしまいました。今ね、顔を小さくしましたが、次はですね、逆に大きくしたい部分があります。それは、ここですね。はい。肩幅ですね。肩幅を逆に大きくしてみました。そして次はここです。はい。胸の位置ですね。ここも少し下に下げました。大きさという観点で言うなら、胴体を大きくしたとも言えるかもしれませんね。はい。今加えた添削。ここからこんな感じで変形してみました。これですね、多分当の本人、つくもさんからしてみると、そんなことしていいのってね、意外な修正だったと思います。なんでかっていうと、これは僕の想像なんですけど、つくもさんはこう思っていると思うんですよ。女の子は顔が大事だから、顔を大きく描くのが大事。そして女の子っぽい華奢さを表現するには、肩幅を狭く、そして体を小さく描かなければいけないって。
でもね、実はこれが多くの人にとって落とし穴になる場合があります。確かにね、今言ったポイントおっしゃる通りなんですが、あまりにもね、顔を大きく、そして体を小さくと意識しすぎるとですね、むしろそのデフォルメされたバランスに目が行き過ぎてしまって、顔が逆に引き立たない原因になってしまうことが多いんです。というかむしろですね、顔ってそこまで引き立たせようとしなくても、絵に人間の顔さえ描いてあれば、もうね、嫌でもそこに目が引きつけられちゃうので、ある程度の大きさが保たれていれば、それだけでもね、十分に目がいっちゃうんですよ。顔を大きくと意識しすぎて、大きさのバランスをあまり崩しすぎないこと。実はね、こっちの方が重要なポイントだと思うので、まずはそこに意識を向けてみてくださいね。さらに大きさのバランスが崩れている部分があるので、その部分を調整していきましょうか。ここもですね、はい、鼻の大きさも少しだけ小さめに変更しました。でもこれはね、こういうデフォルメとしても成立しているような気がするので、これは好みの問題かもしれません。もう少し鼻を大きく、こっちの方がしっくりくるという場合にはですね、元に戻しても大丈夫です。はい、鼻を少し引っ込めたので、口の位置もそれに合わせて調整します。やってみます。はい、こんな感じ。口がね、前にせり出していると、ちょっとこう、口をとんがらがして、物言いたげそうな、文句がありそうな表情になってしまうことがあるので、こんな風な調整もありかもしれません。で、あとは、鼻と口の位置が離れているのが少し気になります。なのでそこを少しだけくっつけるために、目と鼻の位置を下にずらしてみますね。やってみます。はい。これで顔の中身のバランスがある程度整ったような気がします。あと、ちょっとこれは細かい点なんですが、エミリアタンのどことなく透明感があって、神秘的な印象って、目の中のハイライトの入れ方にもポイントがあると思っていて、この黒目の部分のここにね、白目が入っているのが、僕はエミリアタンっぽさだと思っているんですよね。なのでその部分を少し加筆してみますね。はい、こんな感じ。目の真ん中に白目が入っていると、エミリアタンのミステリアスな感じが表現できると思うので追加してみました。あと細かいんですが、目の真ん中にね、白目を入れると、ちょっとね、印象が薄くなってしまうような感じもあるので、それを補完するために、この部分、この目の上の部分にハッチング、線をね、シャ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 ーっと入れて、印象の強さを追加しています。これ多分ですね、原作の絵柄でもそういう描き方をしているものもあったと思うんですが、そういうデザインにしているのって、今説明したような意図もあると思うんですよね。そういう目で絵柄とかデザインを見てみると面白いですよね。さて、目、鼻、口のバランスを操作したので、輪郭との違和感がありますね。輪郭も中身に合わせて若干調整します。はい、こんな感じです。顔を小さくしたのもあって、全体的に縮小されてしまった印象があると思うので、一旦全体的に拡大して元の印象に合わせますね。はい。あとはですね、まだ大きさのバランスを整えたい部分があります。それは、このヘアアクセサリーの大きさ、そしてサイドヘアの太さですね。ここも元のエミリアタンのデザインを見てみると、もうちょっと細くて小さい印象なんですね。髪の毛のサラサラ感の解説は後で詳しくやるんですが、ちょっと先取りしていっちゃうとですね、毛束の太さ、これがね、実はサラサラ感を減らしている原因になります。なのでここも大きさと太さ調整していきます。
はい、こんな感じ。ヘアアクセサリーとサイドヘアを小さくして、さらにバランスを整えてみました。どうしてもね、こういう特徴的なパーツって、無意識的に描くと、本来の大きさよりも大きく描いてしまいがちなんですが、そうすると顔の印象をそっちに持っていかれがちになってしまうので、そうならないように特徴的なパーツであればあるほど、大きさを制御するのは大事です。あ、でもね、逆にここはもう少し大きい方が原作に近い感じがします。ここです。はい、お花の髪飾りに関しては、原作は結構大きめですね。多分ここはキャラクターのシルエットに関わる部分なので、少し大きめにしてシルエットに特徴を持たせるという意図があると思います。あとは大きさの調整がもう一個、ここです。はい、ここもつくもさんが気にされていたよりしろの宝石ですね。これもね、気にされて大事に書かれていた分、大きさが必要以上に大きくなってしまっていました。大きく書かれるとね、意識がぐっとそこに持っていかれますので、相対的に顔の印象がそっちに吸い取られてしまうんですよ。それもあって顔の印象が弱くなってしまったところもあると思います。あと宝石の透明感についてなんですが、これはね、単純にハイライトと影の部分を描いてあげると解決です。はい、元はですね、あんまりハイライトと影が入っていなかったんですね。これによってちょっとマットな感じになってしまっていて、透明感が出ていなかっただけなので、陰影をこんな風にはっきりつけてあげると、輝きだったり透明感は表現しやすいと思います。覚えておいてくださいね。さあ、それでは今回のもう一つの大事なポイント、髪の毛のサラサラ感についても解説します。添削を加えていってみましょう。まずはですね、下準備としてこうします。はい。背景に超簡単にですが、色をのせてみました。背景、しっかり描いてもそれはそれでいいと思いますが、面倒であれば、このくらい簡単に淡い色をのせるだけでも効果はあります。これがね、なんで髪の毛のサラサラ感につながるかっていうのは、後でのお楽しみです。ちょっとお待ちくださいね。でね、これ結構大事。前髪の部分。今ですね、この前髪の部分。ここでですね、バツーンと、これね、パッツン前髪のようにぶった切られるように、色面がはっきりしちゃってますよね。これがね、多分サラサラ感を邪魔してしまっていますね。元のエミリアタン、よく見てみると、確かにね、線はこんな風にはっきりと書いてあって、ここでね、パツンと切れているんですが、色はですね、グラデーションがかかっていて、境界がね、ここわからなくなっているんですよね。で、それがエミリアタンの髪の毛のサラサラ感につながっていると思うんですよ。その部分、調整してみますね。はい。こんな感じ。このね、前髪の部分見てください。これだけでもさっきよりもサラサラした感じが出ますよね。あ、でね、さっきちょっと言い忘れたんですが、この部分、このちょっと濃くなっている部分ですね。ここですね、さっき修正してしまったんですが、影として描かれていたと思うんですが、このベタ塗りなのが原因で、ちょっとね、カチューシャっぽく見えているので、ここも自然に馴染ませてみました。あとはですね、こうですかね。はい、髪の毛のハイライトですね。前髪についてはハイライトもちゃんと入れた方がサラサラっとした感じが出ると思います。あとちょっとこれは髪の毛ではないんですが、ここも調整した方がいいかもしれません。はい、赤いリボンをサラサラっとたなびかせてみました。髪の毛じゃないんですが、髪の毛についているパーツなので、
これを利用して髪の毛のサラサラ感、なびいているニュアンスを調整することが可能ですね。赤で目立つのでなおさらだと思います。あとは残りの髪の毛の部分を調整していくんですが、ちょっと全体的に調整する前に、ここですね。ここもかな？ここもそうかな？ここがですね、実はサラサラ感を邪魔している原因じゃないかなっていうふうに思うんですよ。この帯状のハイライトですね。さっきはハイライト入れた方がいいって言ったじゃんって思う人もいると思うんですが、はい、言いました。それはその通りなんですが、この部分にはですね、こんな風に帯状のハイライトは入れない方がいいんじゃないかなっていう風に思うんですよ。これ違いは何なのかっていうとですね、髪の毛の場所ですね。さっきは額の部分、ここなので、髪の毛がね、割と平面的に揃っていた方が良い部分なんですが、このサイドヘアの部分や後ろ髪の部分って、ベタっとしているんじゃなくて、比較的自由にファサーってね、動きがある部分じゃないですか。そこにこうやって均一的にベタっとハイライトが入っているとですね、なんかそこだけヘアワックスでがっちりと固めちゃったみたいに見えるので、サラサラ感が失われているんだと思うんですよ。なのでこの部分は一定に整えずに、少しね、ランダムチックに調整をする必要がありそうです。やってみます。はい、ちょっとまだ途中なんですが、サイドヘアと後ろ髪の区別がつきやすいように、後ろ髪を一旦濃い影にしてみました。続き描いていきます。はい。こんな感じ。ポイントなのは、さっきも言った髪の毛の細さですね。太くなりがちな毛束の中に、意識的にシュッと細い毛束を何本か追加したことと、あとですね、ここ注目です。こういうね、白くて細い線。これを数本入れるだけで髪の毛のサラサラ感って超絶にアップするんですよ。もちろんね、この部分とか、キャラクターの内側に描けば、こんな風にね、表現することもできるんですが、さっきね、背景を入れた理由、それがね、この部分です。ちょっとね、もしかしたら分かりづらいかもしれませんが、ここの白いラインとか、あとはここにもね、こういう風に入っていますよね。これね、背景があれば、キャラクターの外側にも、この白い線が描くことができるじゃないですか。このね、白い細い毛が、光を反射してキラキラっと光ってるように見えて、すごく綺麗ですし、髪の毛のサラサラ感をより一層強調してくれるので、とてもおすすめです。はい。あとですね、最後の仕上げとして、この赤い糸ですね。これはですね、こんな風にするのもいいかもしれません。はい。小指にですね、結びつきそうな感じにしてみました。ちゃんと結びつかずに結びつきそうっていうのはですね、このリゼロっていう作品、主人公のスバルくんの選択によって運命がね、次々と変わっていくようなそんな物語です。エミリアタンとスバルくんの関係も、選択一つで一変してしまうような不安定さ、そんなね、ドキドキ感があるので、そういったニュアンスも同時に表してあげるとなお一層いいのかななんていう風に思いました。本日の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？もうね、パーツの書き込みとか、そんなにね、変わってないですし、形自体もそんなに変えてません。もうほぼね、移動と変形だけなんですが、どうでしょう？かなり印象が変わったんじゃないでしょうか。つくもさん、書き込み自体はね、すごく上手なので、この大きさのバランスさえ整えることができれば、ここまで印象を変えることができちゃうと思います。はい。今回はですね、顔を引き立たせるために、そして髪の毛をサラサラにするにはどうすればいいのか、ということに着目しつつ添削をしてきました。最初は顔の引き立たせ方ですね。顔を引き立たせようとするとついつい顔自体をね、大きくしがちです。
そして逆に印象的なパーツ、髪飾りとかブローチとかね、そういうものは大きくしがちです。でもそうすると印象のバランスが崩れてしまって、顔が逆に引き立たなくなってしまう場合があります。顔を引き立たせるためには、顔の大きさのバランス、そしてその他のパーツのバランスにも注意を払う必要があります。それを整えていくと、こんな感じになりますね。そして髪の毛のサラサラ感を出すにはどうすればいいのか。ポイントは2つありました。毛束の細さと、そしてハイライトの入れ方ですね。毛束がね、太いばかりになると、サラサラ感がそがれてしまう原因になります。全部ね、細くする必要はありませんが、何本か細い毛束も入れてあげるのが効果的だと思います。そしてハイライト。特にですね、前髪以外の部分に関しては、一定の揃ったハイライトはピチッと固めたような印象になってしまって、サラサラ感をなくしてしまう原因にもなると思います。前髪以外の部分に入れる場合には、ハイライトをランダムに入れてあげた方が、サラサラっとした髪の毛の印象を作るにはいいと思います。はい。またですね、今回お伝えしきれなかった髪の毛の描き方について詳しく紹介した動画もあります。有料級プロ絵師が髪の毛の描き方完全解説。そして初心者必見、これをやるだけで髪の毛が3倍うまく描けますがおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんぽん。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。